金属の小さな香炉、表面を埋め尽くす生き生きとした鶏や花は、金属とは思えないほど超細密な描写です。艶やかな漆黒の中を舞う蝶、その羽は宝石のような色彩で輝きます。絵筆では表現できない七宝の優美な世界です。大きなカニが張り付く奇抜な器、これまでの陶器の概念を覆す大胆な発想です。こうした超絶技巧の工芸品が次々に誕生したのは19世紀の終わり、明治時代。その高い技術と美しさは世界の人々を魅了しました。なぜ超絶技巧の工芸品がこの時代に作られるようになったのでしょうか。およそ700年続いた武士の時代が終わり、近代国家への一歩を踏み出した明治時代の日本。急激な西洋化が進められていました。その反面、伝統的な日本文化は衰退。多くの職人たちが職を失い、その高い技術も失われつつありました。そんな苦境から抜け出す好機がやってきます。世界各地で開かれていた万国博覧会への参加です。万博を契機にジャポニスム旋風が巻き起こり、それに乗じて日本は工芸品の輸出に乗り出しました。始まりは1873年、明治政府が初めて参加したウィーン万博。精緻な技法で作られたさまざまな伝統工芸の製品が出品され、世界を驚かせました。時の明治政府は日本国内でも内国官業博覧会を開催し、工芸の発展に力を注ぎます。七宝や陶磁器、金工や織物など、海外でも通用する高い技術が求められるようになります。明治政府の主導による工芸品のデザイン集。欧米ではどのような色や図柄が好まれるかを研究し、2000を超えるデザインを掲載、全国の工芸家に配りました。各分野の多くの匠たちが新しい技に挑み完成させた超絶技巧の工芸品。フィラデルフィア、シカゴ、パリなど世界各地の万国博覧会で賞を獲得し、日本の重要な輸出品となっていったのです。しかし時代は大きく変化。明治の後半以降、東京の街にはビルが立ち並び、多くのものが大量生産されます。海外では1900年頃を境にジャポニスムの時代は去りました。そのため手の込んだ高価な工芸品は姿を消していったのです。そして100年後の今、明治の工芸品の美しさと再現不可能と言われる超絶技巧が再び世界に注目されています。